はい、こんにちは。お元気ですか？そう、よかったね。はい、柴崎もおかげさまでね、今日も元気に絵を描いてます。さてね、今回のテーマはこちらですよ。大きいんだからね。はい。よいしょ。画面に入りきらないね。はい。中国製の、ポール・ルーベンですね。この、オイルパステルですね。この画材は以前、実はね、これ。ね。これ韓国製のギャラリーという、オイルパステルなんですけども、この二つを柴崎隠れちゃうな。この二つを比較して検証したんでしたよね。そして、その後でこちらのギャラリーを使って使い勝手がどうなのか、実際に絵を描いてみました。この比較検証のね、動画と、このギャラリーで描いた動画がもうすでにアップしてあります。まだという人はね、ちょっとそちらを見てくださいね。そして今日はこちらのね、今言いましたけども、中国製のポール・ルベヨンですね。実際に使って描いてみようと思います。ね。このギャラリーの時もいろいろ言ってましたよね、正直ね。あれに比べて今日のポール・ルベン、実際に描くとどんな感じなのか楽しみです。では、どういう結果になるかね、ゆっくり見てくださいね。ねえ、ポール・ルーベンですよ。ねえ、ほら、中国の画材ですね。さあ、今日とこれ使った感じどんな風かな？前回ね、はい、韓国のね、ギャラリーやってみたんですけど、見てくれた？はい、今日はこのポール・ルーベンの検証します。ほら、色綺麗だね。両方に白があります。はい。ではこれをここに置いてね、描きますよ。よいしょと、まずこれかな。あら。ねえ。よいしょと、取れない。あら、また絵の具ついちゃう。柔らかいね。もうこんな風に柔らかいんだよ。ポール・ルーベンはね。ギャラリーの絵のね、オイルパステルも柔らかいと思ったけど、その3倍くらい柔らかいかな。はい、塗ってます。もう、こんなベタベタなんだからね。だから今ベタベタって言ったけど、柔らかいんだけど、悪く言えばベタベタだよね。だからね、塗った感じ、正直に言うと、ベタベタです。柴崎もちゃっちゃっちゃって塗ってるけども、本当はね、こう、紙に引っかかってね、なかなか塗りにくい。ペタペタしてるから。だから、オイルパステルでね、スピード感をもっと描きたい人には、ちょっと馴染みにくいかな、これは。でも、柴崎みたいにね、油絵なんかやってる人間にするとね、このベタベタ感は、なんていうか、親しみやすいっていうかね。そんな感じです。色は綺麗だね。で、指でこすると、当然柔らかいオイルパステルだから、よく伸びますね。だけど、今日は、もう伸びるの分かってるからね。このポール・ルーベンの検証は伸ばすんではなくて、一つ一つ色をね、置いていって、その色がどんな発色するかね、そっちの方向で検証したいと思います。だから、点描風にね、描きますよ。ベタベタだよ、本当に。さあ、今日何描いてるかもう分かった？まだ分かんない？うっすら見えてきたでしょ？はい。そう、正解です。ね。ほら、見えてきた。分かった。そう。今日はね、若い女性のね、姿を描こうと思ってます。だから点描風に乗っけるからね、少し手数が必要だね。我慢して、もうトン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 描いていきます。
印象派の人が描いた点描はね、油絵の具だから、筆で描いてるから、もう少しバサバサ描けるんだけど、これオイルパステルだからね、本当に点で描かなきゃいけないので、地道で描きますよ。耳のあたり赤になりました。もう綺麗です、これ。発色はいいんだね。今拡大してそのうち見せますからね。どのくらい点描で描いた色がね、どう塗ってあるか分かってもらえると思います。赤とかブルーを塗ってます。これはいかにも印象派のね、画家が使った色ですね。はい。どうかな？で、この髪の毛とかですね、こういう暗いところにはもう様々な色を重ねて、色を深く作ることができますね。このポール・ルーベンは、ちゃんとそれに応えてくれる画材のようですよ。はい。だいぶね、お顔や耳、髪の毛のこの色が出てきたでしょ？柴崎随分色重ねてます。ほら、拡大して、ね、見たとこどうですか？ちゃんと一個一個色、点描になってるでしょ？だから、ポール・ルーベン、この色がちゃんと乗るっていうことだね。素晴らしい。もうこの辺に来るとね、もうちゃんとだいぶ重なってきたからね。あんまり塗りにくい、変なベタベタ感っていうのは感じはなくなってきました。そしてこの暗い色ですよね。暗い深い色もね、このポール・ルーベン作れます。ね、素晴らしいとこはこうやって暗い色の上にちゃんと明るい色がね、もう優しく乗っかるとこですね。だから油絵風に描きたい人は、ぜひこれ使った方がいいかもわかんないね。はい。こんなとこほら油絵みたいでしょ。でもこの赤がね、ちょっとさっきから気になってんだけどな。ほら見て、この手。もうすごいよ、ベタベタで。この赤ね、もう、このポール・ルーベンのこのオイルパステルは本当にもう油まみれなんですよ。特にこの赤ね、赤系の色は。もう油で揚げたような感じ。で、特にちょっと問題と思うのはね、この赤がね、柔らかいんですよ。他の色も柔らかいんだけど、他の色に比べて特にこの赤系の色が柔らかい。だから、ちょっと戸惑うかな。色によって硬さが違うから。今ちょっと赤使うから、見てて。こうやって、ここに、ほら、塗ると、柔らかいの。ポンポンって置くだけでもくっついちゃう。手ベタベタ。できれば全色ね、同じくらいの硬さにしてくれると、もうちょっと扱いやすいんだけどね。顔料の影響かな。で今思ったんだけど、夏の時ね、外にこの画材持ってスケッチ行ったらどうなるんだろう。塗ってるし溶けてくるのかしら。興味湧きますね。はい。ほら、こんな風に厚塗りできるんですよ。すごいでしょ？今は白、背景ですね。印象派の描き方だから、光を表現してます。はい。ね。で、今度こっちも描きますよ。拡大して今描いてるからね、柴崎はどういう手順で色を乗っけてるかよくわかってもらえると思います。ほら、印象派ですよ。ね。グリーンも入ったり、そして明るい色ですね。はい。油絵は当然こういう手順で描くんだよね。さあ、だいぶもう描けてきました。ね。赤い油をちょっと加えて、これでいいかな。そして柴崎のサインを書きますよ。はい。これで今日のね、ポール・ルーベン検証終わりです。はい。はい。書き上がりました。よいしょ。見るかな？
ねちょっと色の効果を試すためにですね、あまり今回は混色をしないで、ちょっと印象派風にね、色をそれぞれ置きながら画面にね、表現してみました。その結果、柴崎書きながら話してましたね。非常に書きやすかったです。柔らかくてね、もうペタペタ、もう画面に乗るんですね。だから、本当に混色しないで、しかも色がたくさんありますので、それぞれの色をそのまま画面に置いていくと、自然と絵になるというようなね、そういう面白い現象でした。はい。使ってみて、ね、優れたオイルパステルだということがよくわかりました。若干、どうかなと思うところもあったんだけども、いろいろね、制作途中でお話した通りです。はい。さあ、ということで、今回はね、中国製のオイルパステル、ポール・ルーベンス使ってみましたよ。また次回ね、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。またすぐにお会いしましょうね。はい、どうもありがとう。またお会いしましょう。